こんにちは、もしおです。メガドライブミニ2の発表イベント第3回目はほぼ想定通りのところもありましたが、やはり予想外の予想不可能とも思える内容も入ってきましたね。今回の動画ではメガドライブミニ2の発表イベント第3弾の情報のまとめと感想、そして発表内容を踏まえた上で最新予想を考えてみたいと思います。今回の発表第3弾は 4gamers.net のチャンネルでセガの奥成氏、実況アナウンサー、ナレーターの村田晴夫氏、プロレスラーの男色 D の氏という3人での配信となりました。今回はメガドライブミニ2のプロモーション映像にも出演し、映像のナレーションも担当している村田晴夫氏が MC ということもあり、安心して配信を見ることができました。ゲームのプレイでは男色 D の氏が何度もメニューボタンを押してしまい、映ってはいけないものが映ってしまうのではないかと少しハラハラさせられましたが、全体としては大きなトラブルもなく無難にまとまっていたのではないでしょうか。今回のイベントのテーマは命の歌ですね。前回のテーマは予想しようがないものでしたが、今回はどうなるのか。歌というキーワードからはいくつか連想されるタイトルがありますが、直前に噂になったあのソフトの収録はあったのでしょうか。早速発表されたタイトルを順番に見ていきたいと思います。1本目に発表されたのはエイリアンソルジャーでした。メガドライブミニ2の公式サイトには掲載されていませんでしたが、アニメの異世界おじさんの番組の中で発表されていましたので、今回のイベントでの発表は想定通りという感じだったと思います。一部の方から希望が出ていた完全版ではなく当時のものですね。初代メガドライブミニ2のアジア版に収録されていたので再録と考えることもできますが、奥成氏のコメントによると、国内版メガドライブミニ2に関してはこのような形式での復活はこれ1本だけとのことでした。逆に言うと海外版メガドライブミニ2では何か再録となるものがあるのかもしれませんね。セガサターン発売後のゲームということで完成度が高い割にはカートリッジの入手は難しいので、メガドライブミニ2のように気軽に遊べる形で収録されるのは個人的には嬉しく思います。2本目は達人です。何らかの縦スクロールシューティングが入るだろうと思い、当チャンネルでは V5 を予想していましたが、発表されたのは同じ東亜プランではありますが達人でした。東亜プランのゲームの中でも知名度が高いものですし、メガドライブ版は比較的初期のゲームということでメガドライブの中でもポピュラーなゲームでしたよね。私も当時は当たり前のように購入して遊んでいました。そういう意味では収録されても不思議ではないのかもしれませんね。ただリープメガドライブのドッグレースでもユーザーの評価はそれほど高くありませんでした。移植度自体はそれほど悪くなく家庭用に遊びやすく調整されているのですが、 BGM のテンポがおかしかったり達人ボムにバグがあったりと気になる点がそれなりにあったからかもしれません。今回注目したいのは BGM のテンポをアーケード版に近づけたものも収録される点ですね。メガドライブのオリジナル版と修正版を切り替えることができるようになっているとのことなので、これはちょっと楽しみです。3本目はファイナルファイト CD です。こちらは当チャンネルでも予想していたメガ CD のソフトですね。ファイナルファイトに関しては PS2 時代からアーケードの完全移植版がいろいろと出回っているので、今更なんでと思われる方もいらっしゃるかもしれません。特にメガ CD 版はパンチの連射速度に難があり、完全移植というわけでもありません。ただ当時のメガドライブユーザーはカプコンの格闘ゲームに本当に憧れていて、6ボタンのコントローラーが付属するメガドライブ2が発表されただけで大騒ぎになっていたんですよね。そんな状況の中、悲願達成となるストリートファイター2ダッシュプラスよりも先に発売されたのがファイナルファイト CD でした。発売が発表された時は本当に嬉しかったのを覚えています。当時の思い入れがない方からすると、なんで不完全なファイナルファイトなんか収録するのとなるかもしれませんが、当時の空気を思い出して懐かしむことができるようでしたら、この収録は十分ありなのではないでしょうか。前述の通り完全移植版はすでにいくらでもプレイできる環境にありますので、欠陥の存在も含めメガドライブ独自の内容になっているファイナルファイト CD はそれなりに意味があるように感じました。
4本目はスーパーストリートファイター2です。カプコンの人気格闘ゲームの移植作品ですね。こちらの作品は例のプロモーション映像にうっすらと映っていたタイトルの一つでしたが、映像にあった通り収録となりました。メガドライブの中では最も大容量である40メガビットロムを採用し、スーパーファミコン版よりもこだわった移植となっています。ただメガドライブユーザーとしては前回のメガドライブミニに収録されたストリートファイター2ダッシュプラスの方が思い入れが強いかもしれませんね。本作の収録は格闘ゲーム枠であると同時にファイティングパッド 6B の6つのボタンをフルに使うゲームという意味合いもあるのかもしれません。5本目は画廊伝説2です。 SNK ネオジオの人気格闘ゲームの移植作品ですね。こちらも例のプロモーション映像にうっすらと映っていたタイトルの一つでしたので、映像内容の信憑性が一気に高くなってきました。今さら画廊伝説2かよとおっしゃる方もいらっしゃると思いますが、メガドライブ版の画廊伝説2はスーパーファミコン版のようなネオジオベースのものではなく、かなり独自要素の強い内容になっています。メガドライブ版に関しては初代画廊伝説も独自色が強く楽しめる内容だったんですよね。独自色が強い内容であるところにさらに裏技のコマンドを入れるとキャラクターの色を大きく変更できたり、連続技がほぼ無制限につながるようにできるディップスイッチ機能があったりと、オリジナルの画廊伝説2とはかけ離れたゲームにすることができます。ディップスイッチを使ってしまうと対戦のバランスはめちゃくちゃになってしまいますが、ありえない連続技を決めて無双することができたりしますので、一人プレイではいろいろと楽しめると思います。ディップスイッチをオンにした時の映像がありますので、少しだけご覧ください。この裏技コマンドは少し入力がシビアだったのですが、今回の収録では簡単に有効にできるとのことです。6本目はハリマナダです。原作はモーニングで連載されていた相撲漫画ですが、ゲームの方はほぼ対戦格闘ゲームと言っていい内容かもしれません。これは良くも悪くも想定外で全く予想できませんでした。一応奥成氏は格闘ゲームとして紹介されていましたが、スポーツゲーム、相撲ゲームとして紹介していない時点で察するべきものがありますよね。私個人としてはバカゲー枠という枠が存在するのであればありなのかなという印象です。純粋なゲーム内容では決して評価の高いゲームではありませんよね。なんとなくワゴンに並んでいたような印象があり、ウィキペディアにはパンチやジャンプなど実際の相撲と関係のない挙動、70連勝できなければゲームオーバーという極めて高い難易度から相撲ゲームとしての評価は低いと記載されています。相撲ゲームとは考えずに相撲をモチーフにした対戦格闘ゲームとしてバカゲーとして楽しむべきゲームなのかもしれません。ちなみにロムサイズは16メガビットだそうです。誰もが認める名作ではなく、いろいろな意味でマニアックなゲームですよね。ディープメガドライブの読者レースでも10点満点中の4点台で下から数えた方が早いソフトです。このゲームをチョイスしてわざわざ版権の許可をもらいに行ったのはすごいと感じました。7本目はデュアンブラー自己中心派片山正幸の麻雀道場です。ヤングマガジンに掲載されていた麻雀ギャグ漫画のゲーム版で、オリジナルはパソコン版ですね。メガ CD 版のデュアンブラー自己中心派2激闘東京麻雀ランド編も評価が高く、収録が有力視されていましたが、権利の関係からかカートリッジ版の本作が収録となりました。当時学生だった私はあまり麻雀には関心がなく、本作は未プレイですが、ディープメガドライブの読者レースでも8点台と評価の高い本作なので、麻雀枠があるとするならこの収録は納得感があるのではないでしょうか。ちなみにメガドライブの麻雀ゲームは麻雀コップ流であればプレイしたことがあります。確かボタンを連打すると先行とともに狙った牌が来たりするんですよね。ルールがあまり分かっていなくても先に進めたので、
はっきりとは覚えていませんが、最後までプレイしたような気がします。8本目はルナ・ザ・シルバースター。メガ CD で抜群の人気を誇るロールプレイングゲームですね。当チャンネルでもこれは収録されるであろうと予想していたゲームでもあります。今回の発表イベントのテーマである命の歌もこのゲームから来ているそうです。ただ個人的な話で本当に恐縮なのですが、私は異世界おじさんと同じようなレベルでロールプレイングゲームをプレイしてこなかった人間の一人です。これまでクリアしたロールプレイングゲームは初代ゼルダの伝説とファンタシースターの2と3、それにあと数本あるかどうかという程度なので、当然ルナ・ザ・シルバースターも未プレイです。そんなレベルなので本作に対してコメントできることもほとんどないのですが、ディープメガドライブは迷子を読んでいましたので、本作の評価が高いことだけは知っていました。メガ CD のロールプレイングゲームの代表作として皆さんが本作を挙げておられましたので、この収録は本当に良かったのではないでしょうか。9本目はルナ・エターナルブルーです。ルナに関しては皆さんが希望予想した通りちゃんと2本収録されましたね。当チャンネルでもルナを収録するのであれば2本セットでと予想していましたので、収録されて本当に良かったと思います。前述の通り私個人としてはプレイしていないので大したコメントはできないのですが、奥成氏が語られていたようにドット絵によるアニメーションはすごいですね。当時を象徴する技術シーンだと思いますので、発売されたら序盤だけでもプレイしてゲームの中で確認したいと思います。10本目はワンダーメガコレクションです。奥成氏からここからは私の趣味の時間みたいなコメントもあったりしましたが、このタイトルが発表になった瞬間は皆さんポカーンとなってしまっていましたよね。なんでそのソフトと思うよりも前に、なんだっけそれという雰囲気だったと思います。同時に奥成氏の遊んだことある人何人いるか分かりませんがというコメントもありました。本作は当時ビクターから発売されたメガドライブとメガ CD の一体型マシンワンダーメガに付属していたミニゲーム集のようなソフトだそうです。ジャケットもどこか付属品っぽいイメージですよね。ワンダーメガを購入しないと遊べないソフトなのでレアではありますが、単体で市販されたソフトではありませんので、このソフトを予想できた方は一人もいなかったのではないでしょうか。文字通り想定外のソフトです。本作には4本のミニゲームが収録されていますが、4本のうち3本はサウンド違いや続きが含まれているとはいえ、初代メガドライブミニにも収録されていたゲームの再録です。ワンダーメガの名前を残したかったという奥成氏のコメントもありましたが、20本しかないメガ CD 枠がこれで1本埋まってしまうことに関しては賛否がありそうですね。さて次はいわゆるおまけ枠サプライズ枠である11本目ですね。11本目は三輪さんちゃんでした。こちらはプロモーション映像から推測されたものと一致しましたね。プロモーション映像からの推測は本作で3本一致してしまいましたので、うっすらと映っていたものは仮のものではなく本物であったと考えても良さそうです。本作は84年のセガのアーケード作品で、10年以上前に M2 というか堀井氏でしょうか、メガドライブ版を勝手に開発していたそうですね。 3DS 時代の記事にもメガドライブ版三輪さんちゃんに触れている記事があります。もうその頃には存在していたのかもしれませんね。記事の URL は概要欄に貼っておきますので、興味がある方はご覧になってみてください。ゲームとしてはメガドライブの時代どころかマーク3でもなく、それ以前のセガ SC3000、SG1000 時代のゲームではありますが、移植度自体はとても良さそうですね。アーケード版らしい綺麗なグラフィックでとても面白そうに見えます。個人的にはおそらく当時プレイしたことはないと思いますので、今からとても楽しみです。新たに作成されたメガドライブのジャケットイラストも可愛らしくて良い感じですね。さて今回発表された11本ですが、想定通りのものもあれば全く予想できなかったものもありましたね。まず確実に良かった点としては、メガ CD の
ルナ2本が決まったことでしょうか。この2本は当時から評価が高く、ぜひ収録してほしいという声が多数上がっていましたので、収録が決まって本当に良かったと思います。これで一安心という感じですね。メガ CD 版ではなくカートリッジ版にはなってしまいましたが、麻雀好きな方にはユアンブラ自己中心派の収録も嬉しかったのではないでしょうか。スーパーストリートファイター2と画廊伝説2に関してはプロモーション映像の件もありましたので、想定通りという感じですかね。メガドライブ版の画廊伝説2は意図的にメガドライブ独自の内容にアレンジされていて、裏技のディップスイッチ機能を使うとさらにとんでもないことになります。今さら画廊伝説2劣化移植なんてと失望するのはプレイしてからでも遅くないかもしれません。ハリマナダとワンダーメガコレクションは賛否が分かれそうですね。ハリマナダはネタ枠、バカゲー枠としてはありなのかもしれませんが、当時のユーザーが望んだものなのか、また新規の方が楽しめるゲームなのかといえば少し微妙に感じてしまいます。ワンダーメガコレクションもワンダーメガの名前を残すために収録というのは個人的にはあまりピンときませんでした。このようなことを言うと、そんなのお前の好みだろ、思っていたものと違ったからって文句を言うなとおっしゃる方もいるかもしれませんが、個人のチャンネルで無難なことだけコメントしていてもつまらないと思いますので、そこはご了承いただければと思います。発表されたソフトを好みの問題と言って片付けてしまえばそれまでなのですが、個人的にはもう少し分かりやすい納得感があったらいいのかなと思ったりしています。例えばビープメガドライブの読者レースである程度上位のものからピックアップしていれば、たとえそれが自分が望むものではなかったとしてもある程度の納得感が得られるのではないでしょうか。あとは発表の順番ですかね。一番盛り上がるものを最後に持ってくるなど工夫の余地があるように感じました。さて今回の発表で例のプロモーション映像に映っていたものが本物である可能性が高くなりましたので、ここで軽くおさらいしておきます。まだよくわからないものがいくつかありますので、ピンとくるタイトルがありましたら当てずっぽうでも構いませんので、ぜひコメントいただければと思います。人気シリーズの続編、左からスーパーストリートファイター2画廊伝説2は発表になりましたね。右のファンタシースター2も次回以降に発表となるでしょうか。幻の名作、右のエイリアンソルジャーは今回正式に発表となりました。中央の新創世紀ラグナセンティは次回以降の発表となりますでしょうか。左側はわからないままですね。アーケード移植タイトル、中央の三輪さんちゃんは今回発表となりました。左側はスーパーロコモーティブと思われますが、どうなりますでしょうか。右側はフラッシュポイントのように見えなくもないのですが、不鮮明で結局よく分かりません。ただフラッシュポイントを入れてしまうとレギュラー50本プラスおまけ4本という枠が崩れてしまうんですよね。本数的にはファンタジーゾーンと考えた方が無難でしょうか。謎の新作、3本ともうっすらと見えているのですが特定はできていません。収録本数を考えると1本はスターモビールのような気もするのですが、ジャケットイメージと一致しないような気もします。また謎の新作が3本もあると全体の収録本数も合わなくなってしまいますよね。このあたり皆さんはどのように思われますでしょうか。ぜひコメントいただければと思います。カートリッジのラインナップは今回の発表を受けてこのようになりました。少し前の動画でカートリッジ33本 CD21 本の合計54本ではと予想させていただいたのですが、公開直後に私の数え違いをコメントでご指摘いただきまして、カートリッジ34本 CD20 本の合計54本に訂正させていただきました。コメントありがとうございました。自分だけでは気づかないままだったと思いますので大変助かりました。さてカートリッジ全34本の予想でセガストアのセガカートリッジ本数のおもらしも踏まえると、セガのカートリッジ枠がいよいよ少なくなってきましたね。ストアのフィギュアの本数と同じで
プロモーション映像に映っているものも当たっているとすれば、空き枠は残り3つです。サードパーティーのカートリッジ枠は今回3本発表されましたが、うち2本はプロモーション映像にあったものでしたので、枠が埋まったのは1本だけでした。空き枠は残り7つですね。予想通りであれば残っている枠はセガ3枠、サードパーティー7枠の合計10枠となります。ぜひ皆さんでも予想や希望するゲームを考えてみてください。もうあまり根拠はありませんが、当チャンネルの予想はこんな感じになりました。セガ枠が減ってしまったので、ペンゴとソーサリアンが脱落しました。フラッシュポイントは一応残してありますが、レギュラー50本プラスおまけ4本という枠を考えると、これはないのかもしれません。ベアナックル3はファイナルファイト CD と被るような気もしますが、比較的最近ヒットしたベアナックル4に続くセガ独自の作品ですし、小城雄三氏の枠としてもありなのではないでしょうか。ガントレットに関してはジェネシスミニ2の状況などを見ても、天元のゲームは厳しいような印象を受けましたが、希望を込めて残してあります。ここまでの発表内容を見ていると、偏ったジャンルではなくバリエーションを重視しているようにも感じられましたので、少し変わった形式のゲーム、スタークルーザーとヘルツオークを加えてみました。ただこのラインナップだとやはり横スクロールシューティングが多いので、全部入ることはなさそうですね。次はメガ CD の予想です。今回の発表でメガ CD の作品は4本発表されましたが、ワンダーメガコレクションを除く3本は事前の予想通りでしたので、ほとんど変更がありません。ただ発表されたワンダーメガコレクションを何かと差し替える必要が生じましたので、迷いに迷ってスイッチを脱落させました。デンニン・アレスタと迷ったのですが、スイッチはスイッチで許可を得るのがいろいろと大変そうにも思えたからです。版権枠はうるせえやつらかキャプテン翼でしょうか。個人的にはあまりうるせえやつらには馴染みがないのですが、当時のユーザー評価の高さとアニメが始まることも考慮して予想はこちらにさせていただきました。うまくタイアップできたら異世界おじさん以上に話題になるのではないでしょうか。最後にジェネシスミニ2に関してですね。奥成氏から今のところ国内メガドライブミニ2の数分の1しか用意できていないというコメントがありました。メガドライブは当時のシェアを考えると海外が主戦場だと思いますので、これは一大事ですよね。第1回目の発表の時にメガドライブミニ2は国内を優先するといった旨のコメントがあったと思いますが、サービストークではなく実際にそのようになっているようです。この時代に国内ファンを最優先に考えてくれているのは嬉しいですよね。ただ数に限りがあるジェネシスミニ2は現時点で北米のファンを最優先として注文できるのは北米在住の方のみとなっています。この点に関しては奥成氏も明言していましたので、現在国内の Amazon で注文できてしまうのは商品ページに明記されている通り、実際に注文できるわけではないと考えた方が良いのではないでしょうか。ジェネシスミニ2に関しては特集動画を1本作らせていただいておりますので、よろしければそちらもご参照ください。あくまで個人的な予想で何の根拠もありませんが、ジェネシスミニ2は焦らなくても何らかの形で購入できるようになるのではないかと思っています。どうしても今すぐ確保したいという方は北米 Amazon で予約して荷物転送サービスと組み合わせるのが確実だと思います。荷物転送サービスに関しては以前体験動画を上げていますので、興味がある方はチェックしてみてください。いかがでしたでしょうか。前回の発表イベントが興奮したりずっこけたりと起伏が激しく、良くも悪くもインパクトがありましたが、今回の発表内容は事前に想定していたものが多く、本命の収録が発表されて安心できたのと同時に、インパクトという点ではやや物足りない感じだったのかもしれませんね。ハリマナだとワンダーメガコレクションはある意味インパクトがありましたが、個人的にはあまり納得感は得られませんでした。私がロールプレイングゲームをプレイしないのは前述の通りですが、それでもルナ日本の収録に満足しているのは
当時のメガドライブユーザーの支持が高く、思い入れが強いファンが多い作品だったという納得感があったからだと思います。ハリマナだとワンダーメガコレクションはこの辺りの要素が欠けていて、個人的にはそういう枠があったのねというやや強引な納得の仕方になってしまっています。世間一般の評価と異なるものを推して収録するのであれば、その素晴らしさをもっと熱くアピールする必要があったのかもしれませんね。おまけ枠の三輪さんちゃんに関してはメガドライブ時代のゲームではありませんが、アーケードゲームのクオリティがあるように見えて単純に面白そうだと思いました。おそらくセガのアーケードゲームの中でもあまりメジャーなゲームではないですよね。私はプレイしたことがありませんので、メガドライブミニ2でプレイするのがとても楽しみです。今回おまけ枠としてこのゲームの発表が最後にあったのは本当に良かったと思います。皆さんは今回発表になった11本どう思われたでしょうか。また残りの枠の予想もぜひお願いいたします。それではまた。今回ももしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。